タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて128週間が経ちました。2026年3月の3連休、ついに待ち焦がれていたキャンプへニアと一緒に行ってきました。向かったのは千葉県館山市にある館山サザンビレッジです。3月とはいえキャンプの朝晩はまだまだ冷え込みが厳しい季節です。だからこそ少しでもポカポカと暖かい気候を求めて海に囲まれた自然豊かな房総半島を選びました。さて、連休の初日といえばやっぱり気になるのがアクアラインの大渋滞。いつものようにアクアラインは絶対に混むはずと予想して朝の5時半に出発しました。でも6時過ぎにアクアラインの入り口に着いた時にはすでに渋滞が始まっていたんです。この時はガソリン代も高くてちょっとお財布が気になるタイミングではあるんですが、でもそこまで春が来ていると思うとこの陽気の中でお出かけしたくなる気持ちすっごくよくわかります。そんなこんなで車の列には並びましたが、幸いひどくはまることもなく朝の9時前には千葉県南房総市の野島崎灯台に無事に到着することができました。この辺りは夏場になるとよく遊びに来るお気に入りの場所なんですが、今の時期にやってくるのは結構珍しいんです。夏のにぎわいとはまた違った少し静かで澄んだ空気がとっても心地よいです。せっかくなのでニアを連れて灯台の周辺をのんびりとお散歩してみました。いつもと違う潮風の匂いにニアもなんだか嬉しそうに尻尾を揺らして歩いていました。海沿いの景色をたっぷり楽しみながら1時間ほど散策してキャンプ場のチェックインまで残り1時間というベストなタイミングで野島崎灯台を出発し、いよいよお待ちかねのキャンプ場へと向かいます。館山サザンビレッジに到着です。チェックインを済ませてキャンプ区画へ向かいます。今回お世話になるのは広さたっぷり約115平米もある柵付きのサイトです。ぐるっと柵で囲まれているのでニアもリードなしで自由に走り回れます。でも今回のキャンプで一番のメインイベントは新しく買ったテントのお披露目です。実は今までのテントは天井が低くて立ち上がれなかったりほとんど地面に直接寝るような形だったりでかなり窮屈さを感じていたんです。そこでこの悩みを一気に解消すべくフーディーのエアーテントベストナをゲットしちゃいました。このベストナの何がすごいって風機で膨らませるタイプなんです。面倒な骨組みを組み立てる必要がなくて設営がとっても楽ちん。しかもテントの中で大人が普通に立って歩けるのが最大の魅力です。窓もたくさんついているので光がたっぷり入って明るいし、しっかり遮光したいときは窓を閉めればいいので明るさの調整も自由自在です。さらに地面に接して寝ると体が冷えて痛くなる問題を解決するために同じくクーディーのエアーベッドも買っちゃいました。これでふかふかな寝心地も手に入れて地面から離れるので朝方の冷え対策もバッチリです。こうしてニアといかに快適に過ごすかを追求した結果はっと気がついたんです。飼い主キャンプじゃなくてグランピングがしたかったんだなって。不便さを楽しんでテントでぬくぬくするガチのキャンパーに
飼い主は慣れそうもありません。これからはキャンパーではなくグランパーとしてやっていくことをニアを見つめながら決心しました。無事にテントの設営も終わって、いよいよお待ちかねの晩ご飯タイムです。まだまだ冷え込むこの季節、外で食べるならやっぱり体の芯から温まるお鍋が一番です。今回のメニューは超簡単、鶏ガラ鍋です。家で切ってきた白菜や葉物野菜をお鍋に入れて、水と鶏ガラの素でグツグツ煮立たせるだけです。そこにうどんも入れればもう完璧です。そしてキャンプといえば絶対に外せないのがフランクフルトです。フランクフルトをこんがり焼きながらお鍋ができるのをのんびり待つ、控えめに言って最高の時間です。もちろんニアにも特別メニューを用意しました。いつものディアラのご飯にお鍋の葉物野菜を少しだけお裾分けです。ニアも一緒に美味しいキャンプ飯を楽しみました。日が暮れて空を見上げてみましたが、この日はあいにくの曇り空で星は見えませんでした。さて、立山サザンビレッジですが、千葉市の保養施設だったもので、臨海学校で使われていた建物を再利用しているため、夜のトイレはなんと校舎の中、他の学校の階段を思い出してちょっとドキドキ、恐る恐るトイレに向かうという思わぬ体験をしちゃいました。さらに夜のシャワールームはびっくりするくらい冷え込んでいました。お湯の設定を42度くらいにして熱々にしていないと寒くて風邪をひいちゃうレベルでした。でもテントに戻ってふかふかのエアーベッドにゴロンと寝転がると、ニアがいつものように毛布にすっと潜り込んできました。自分のお気に入りのポジションをビシッと決めてすやすや夢の中へ。冷えも不便さも全くなく、飼い主たちのグランピング初日はとっても穏やかに更けていくのでした。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。